こんばんは、KK バディです。はい、ということで、ラジオコーナー第3回 ?3 回じゃない。ラジオコーナー第3回目です。前回のラジオは動画にくっつけずに1本として出したんだけど、コメントたくさんいただいてありがとうございます。もうちょっと伸びてって。1400回再生です。あれ再開反省してますね。単調まなまると、まあまあまあ徐々にね、皆さんに興味を持っていただければと思います。はい。ではハネムーンから帰ってきて初めてのラジオなんですけど、前回行った北海道のお土産がまだ残っておりますので、それを食べながら語っていきたいと思います。前回もお見せしたんですけれども、ご勝手屋の、羊羹、こちらの2種類です。ノーマルと桜味。完全に桜の季節は終わってしまいましたが、私桜味が大好きなのでこれを買ってみました。てか動画でわかるかわかんないんだけど、私ヨーロッパの時に物もらいみたいになったのね。それなんか普通物もらいって内側だよね。なんか外から見てわかるところにさ、ニキビみたいなのができて、それが全然治らないんだけど、年では開けていきます。なんかこれ糸が入ってて、糸でちぎって食べるんだって。この糸を切ってって書いてあった。ですっげえ砂糖。見て。本当だ。めっちゃお砂糖見えますか？下から押し出すって書いてあった。あ、すごいすごい。あ、待って。出し切っていいの？ダメじゃない？そういえば。ここで切るってこと？そうかもそうかも。いいよいいよ、でも。どうやって？こういう風に。じゃあやってみようか。こうじゃない。これが桜味。よし、切れました。じゃあ普通の味の方から食べてみようか。砂糖ジョリジョリのとこ食べちゃう。普通の。これ普通の味。いただきます。美味しいね。すごい甘さ控えめ。そうだね。ほんと甘さ控えめ。最初見た時こんなに砂糖ついてるからやばいかと思った。煎茶にした。さっぱり系ですね。だいぶ桜味。ちょっとしょっぱい系。甘じょっぱい。桜餅だ。葉っぱの感じは、塩漬けの葉っぱの感じあるね。出てる。美味しい。私嫌いだったな、ようかん。私もここ1年ぐらいかもようかん食べれるようになったの。あとこちらのこれも北海道のお土産、じゃがいも豆腐ポテチ。スーパー行ったら売ってたんだよね。そうそうそう。ちょっと太め。太めじゃん。おいしい。ほんのりうまみで甘いって感じ。なみなみ美味しい。
今度あれご当地ポテチサラダ。いいねいいね。若干ホタテ、うんうん、甘みがある。なんか俺九州醤油が結構好きなんだよね。わかる？堅揚げの九州醤油。ね、堅揚げ、ダントツのり塩。どののり塩？カルビー。小池屋とかじゃなくてカルビーののり塩が一番好きで、次は堅揚げのブラックペッパー。あるね。あの2つがもうダントツかな、ポテチの中で。堅揚げののり塩食べたことある？あるよ。好き？あれうまいよ。美味しいけどちょっと甘い。堅揚げを買うってなったらブラックペッパー選んじゃう。1位何？九州醤油。1位、九州醤油、サワークリームオニオン。ああ好きだね、ケンちゃん。あとコンソメも好き。ああそうだね、私サワークリームとコンソメそんな好きだけど自分で買うほどじゃないかも。なんかこういうちょっと変わり種あるじゃん、が上位に進出してくるとほとんどない。ないね、それはそう。が九州醤油だった。で俺甘い砂糖好きだからさ、甘い醤油、九州の醤油、刺身も九州の醤油で食べるし、必ず家にどれかあるもんね、ということで、まずお知らせなんですけど、メンバーシップ動画を作ることになりました。メンバーシップ限定です。今メンバーシップに入ってくださってる方に何もできていなくて一応ディスコードとか作ってあるんだけど、やっぱ多分日本人の方にディスコード馴染みないと思って、私もあんまり LINE とか SNS とかこまめにやるタイプではないので気づかなかったりもするし、メッセージもらっても。なので旅行系ではないかもしれないけど、ちょっとした日常、KK バレーの日常を撮ろうかなと思ってます。テーマはそんな感じ。KK バレーの日常。なんかあんまり編集とかもせずゆるっとした2人の何気ない感じをお届けできる。裏側ですね。投稿の曜日とかどのぐらい投稿するかとかは全く決めてないから、できる時にってなるとは思うんです。1本目はおそらく6月中に上げれるかなっていう感じなので、このラジオが出てる頃には上がってるかもしれない、なのでメンバーシップの方そちらも見ていただければと思います。普段ね話せないこととかも少人数だったら話しやすいし、あと YouTube ライブとかどんな感じですか？YouTube ライブねやってみたいんだけど、なんかリークしそうで怖いよね。固定の三脚だったら大丈夫じゃない？動かすとちょっと危ないから。あともう一つ、投稿頻度についてのお知らせで、いつも毎週金曜日の6時に上げてるんだけど、ヨーロッパの旅行でかなり動画をたくさん撮ってきたので、金曜日と火曜日の投稿週2回にします。しばらくない。ちょっといつまでになるかわかんないんですけど、多分9月中旬か9月末ぐらいまでは週2投稿になると思います。旅の動画とラジオの動画も投稿したいと思ってて、ラジオは例えばブライトン、ロンドン、ローマっていう流れがあったとしたら、ブライトンが終わったら1本ラジオ出してブライトンについて話したりとかで、ロンドン動画出し終わったら次ロンドンについて振り返って話したりとか、そういう感じの振り返りにしたいなと思っていて、動画を出した後にラジオを撮れたらなと思ってるので、動画を見てなんか気になったところとか質問があれば
コメントで書いてくれればそれに答える。ラジオで答えれるかなって思ってます。はい、なのでそれぞれ、動画上がった時にその動画への質問とかがあればラジオネーム、ちょっとラジオごっこ引き続きやりたいのでラジオネームつけて質問とか感想とか送っていただけたら嬉しいです。お知らせは以上です。ハネムーンどうでしたか？20日間。楽しかったです全体的に。はい。まあヨーロッパでも国ごとになんか雰囲気とか人柄は全く違ったね。それがなんか行ってみてやっぱよく分かった。街並みとか。前のラジオでね、その全部似てるみたいな、似てると似てないとか言ってね、話してたけど、やっぱり近いのに電車で1時間の距離なのに全然違うよね。性格も全然違うと思う人も。そうだね、それがやっぱりよく分かったね。あとは人間のパワーをすごい感じた。それはあるかも。日本人には持ってないようなパワー、日本人は多分秘めちゃってるんだよね。出せないっていうか、やっぱ人と違うことすると目立っちゃうし、悪目立ちになっちゃうっていうか、個性があるようでないっていうかさ、そういう風に育てられてるからしょうがないんだろうけど、サッカーの会場とかすごかったよね。そう、それですごい感じた。やっぱり日本と違うなって。なんか中学生とか小学生の時の純粋無垢な感じで楽しんでるよね。なんなんだろうねあれ。パッションもそうだし。いやパッションじゃない。パッション。情熱。情熱だ、我らに欠けているのは。応援してるチームが日本だとどっちでもないっていう人が多分結構いると思う。試合見に来てても。試合見に行くけど、別にどっちの応援でもない。サッカーを見たいだけってことね。ホームでもアウェーでもどちらでもないみたいな人、そういう人が多分いないと思う、あの会場に、絶対にどっちかを応援してる、だからそれが感情にすごい現れてるっていうかさ、本気だもんね。なんか自分がチームの一員感がすごくない？その球技大会とかさ、体育祭の時ってものすごい応援するじゃん。いやしないねしないっす。あれめちゃめちゃ日本人じゃん。球技大会とか、運動会を、自分のチームを、体育祭とか自分のチームをめちゃめちゃ応援する、いやしねえな。いやもう勝ってみたいな、頼むから負けないでっていうその心が大人になったらもうなくなるっていうか、別にどっちでもいいやみたいな。だから大学の時のテニスやってたんだけど、テニスの試合とかでその団体もあったのね。その個人もあるけど団体もあるみたいな。団体の他の人たちが試合やってる時とかも別に興味湧かないっていうか、自分だけ勝てばいいみたいな感じになってきて、別に勝ったら嬉しいけどチームとして、負けてもそんなに悔しさないみたいな、そう大人になってなってきちゃった気がして、あの会場は本当にみんな子供みたいに楽しんでたって感じ。いや、やっぱ歴史だと思う。その昔からのその、サッカーに関わってくる歴史っていうか、とりあえず動画見てください。とんでもないんで。ちょっと長めに残したからね、サッカー味わってほしいから。よかったね。しかもね、面白いことにそのブライトンとリバプールの試合とクリスタルパレスとウルバーハンプトン、全然雰囲気違うっていうか、そうだね。またなんかクリスタルパレスの方がワンランクパッションって感じだったよね、スタジアムの雰囲気もなんか昔ながらで、そう、よかったよね。すごい
んなところに柱ないでしょ、ここに柱があって私風邪をひいたんですね、ハネムーンの3日目にして。クリスタルパレスの試合の時が一番そのハネムーンの中で体調悪くて、意識朦朧としながら試合見てたんだけど、でもあれはすごかった、よかったよ。あと謎の咳が止まらなかったですね。あれ何だったんだろうね。日本帰ってきたらピタッと止まったよね。マジでやばかった。私は多分アレルギーだと思う。いや、僕もそう、マジで咳止まらなくて、しかもね、喘息っぽい咳なの。なんか風邪っぽい咳じゃないっていうか、空咳から、まあ痰も出るんだけど空咳がもう止まらなくて、夜中とかも絶対に起きて15分ぐらい咳が止まらなくて、ずっと咳しまくってて、でこれやばいなと思って薬も買いに行ったんだよね。ファーマシーだってアポテーケ、ドイツでアポテーケ行ったんだよ。そう、なんかシロップみたいな、咳止めの薬みたいな、それ飲んだらちょっとだけ良くなって、ピークよりは、だけどそれでも止まらなかったね、で日本に帰ってきたら全く咳、飛行機で止まってたの。あ、そう、飛行機で止まってた。飛行機がさ、12時間帰りあるから、ずっと咳してたらちょっと悪いじゃん、周りの人に。風邪ではないだろうけど、で心配したんだよね、咳止まんなかったら嫌だねって。そうで、薬もシロップだったから機内に持ち込みサイズで無理で、最後の直前に飲んで下のスーツケースにしまったんだよね、そしたら別に出なかったんだよ。そう、一回もそのなんか止まらない咳みたいなのなくて。でも絶対そういう人いると思うよ。何なんだろう。でもイギリス大丈夫だったんだよね。そう、イギリスまだ大丈夫。私が風邪ひいたのはイギリスだったんだけど、でもケンちゃんの咳が出始めたのはローマの2日目とかじゃないかな、空気汚いのかな、古い車が多くて。どうなんだろう。絶対いると思うんだけど、まあ、同じ症状の人、俺アレルギー体質だから。そうだね。犬か。でも犬あると思う。いや、なんか向こうのホテル、犬平気でなんか部屋に連れ込んでるからさペットホテルみたいなぐらいペット多いよね。ほんと人間とペット普通に一緒の部屋に泊まってて。だってイタリアの時だってさ、人間と同じぐらいの大きさの犬がさ私より大きいよね。普通にさ、廊下歩いてさ、のそのそ歩いてたよね。部屋に入って一緒に寝てたじゃん、誰か絶対いると思うんで、咳が止まらない人いたら教えてくださいやっぱりでも全体的に物価は本当に高かった、完全に破産って感じ、特にロンドンとコペンハーゲン生きていけないね、あれは、高すぎ。ドイツは結構マシ。ポテトしか食ってないじゃんドイツでも水とかスーパーで買うものが全然確かにマシ。イギリス水買えなかった。買えないよ、高すぎて。でもそんな気はして2リットル持ってったんだけど、もっと持ってけばよかったってぐらい高かった。あとホテルにさ、水が無料でついてないのよ、日本みたいに。それがね、だから朝食ついてる会場でみんな水筒持ってきてた汲んでた。みんな水筒持ってきて朝食会場で水汲んで持って帰ってみたいな人めっちゃいて、いた。でそれ見て、あ、それやっていいんだと思って、私もタンブラー持ってたから汲んだよね。だからあれいいよね、その重たい水筒じゃなくて軽い100均とかで売ってるじゃん、別に保冷がついてない水出る水筒軽いやつ、あれか空のペットボトルとか、私シリコンのさ、ちっちゃくなるやつ持ってたんだけどね。あ、そうなの？そんなになんか水汲むイメージしてなかった。私は自分が水嫌いだからお茶を作るためだけにタンブラー持ってってたんだけど、空港でもさ、中に持っていけないじゃん、ペットボトルとか飲み物。だから保安検査場通過した後に水汲むところあるから、そういうの使って機内に持ち込んで、4回ぐらいプライオリティパス使ってラウンジ使ったんだけど、ヨーロッパ内はお水ペットボトルでくれるとこ一箇所もなかった。日本はくれるんだけど、ペットボトルの水
JAL はいらないっす。JAL 乗る人は何でもくれるから。何でもくれる。野菜生活マジ美味しかった。動画も出てるんで。そうだね。JAL の動画出てる。それで見てください。っていうか14時間フライト結局もうちょっと短かったけど本当に楽勝だった。意外とね、寝れたっていう。全然余裕。びっくり。はい、ではそんな感じで、またブライトンの後、もしくはブライトンとロンドンの後にラジオを挟もうと思っておりますので、質問がある方はそちらの動画にコメント送っていただけたらと思います。はい。ラジオネームお忘れなく。はい。いちごさん待ってます。いちごさんプレッシャーやばい。必ず毎回動画でお願いします。あとはマーブル。ダメだって。かわいそうだって。かわいそうだよ。だってコメント出てるじゃん。もうそうだね。かわいそうじゃん。名指しされたら。皆さん待っております。名指しされる前に。では今回のラジオも面白かったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。あ、そうだ、YouTube を投稿してから最初の30分間がめちゃめちゃ大事なので、コミュニティの投稿でもお伝えしたんですけど、最初の30分皆さん予定を空けていただき動画を全部見ていいねとコメントしていただけたら、その動画がねより広まるチャンスを得れますので、ポテトプラスウインナー系列もある正確にはわからないんだけど、最初の30分間に皆さんがいいねしてくれたりとかコメントしてくれたりすると、視聴者さん、サブスクしてくれてる皆さんがこの動画に興味ありますって出てくるの、私たちの方に。で、なんか1位になったらなんか起きるんだよね。おめでとうみたいな、すごいいい動画ですみたいな褒めてもらえるの YouTube に。なので応援お願いいたします。そういった応援方法もございます。投稿時間とかどうなんだろうね。6時だとみんな早いのかな。だって6時から6時半の間にそうしたら見なきゃいけなくて、でもそれで消しちゃダメなんでしょ、動画を。コメント1分で離脱とかしたらいいね押してコメントでなんか絵文字とか打っていただいて、でとりあえず仕事中横で流しとくで仕事終わったらゆっくり見ていただける。2回目まあそこまでしなくてもいいんだけど、応援、そういう応援もあるよっていうことですね。以上です。ではまた次の動画